前回はコロニー概要での振り返りをやったな。コメントで満点も頂戴しました。まあ悪くない流れだとは思う。それとスキルの確認もしたわね。確認しただけだけどな。完成している隊員が見えてきたし、今後の伸ばし方は悩みどころね。それからコロニーの全体も確認したな。問題は何も片付いてないけどね。問題の洗い出しもそろそろやらないとな。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はカニさんのオタク作りね。そうだな。随分と塩漬けにしてたし。場所は適当に、この辺で良いでしょう。問題は無事に移送できるかな。運が悪いとパンチの連打だからね。こればっかりは安全策がないような気がするな。両体のみの空間を狙えば比較的安全そうだけれども、そんな都合の良い空間なんてないぞ。でしょうねこれが安定すれば石灰の供給元ができる。そうなれば鋼鉄の量産が安定する、と。相変わらず気の長い話だな。何かをするために用意がいるからね。施設が単体で完結しないってのは他のストラテジーゲームとの大きい違いだよな。その点はシムシテなんかわかりやすかったわ。だよな。さて、じゃああとは指示を追加しつつ、しばらく見守ろうか。オッケー。少し時間を進めたぞ。ボトル開けを設置してる。サニチェルに進化してほしいんでね。350キロの水に浸ることが条件、ね。様子を見ながら量を調整してみよう。そもそも進化するかもわからんしね。スプどんぶり問題を根に持ってるな。当然よ。バフの厩舎とも自動化で繋ぎたいな。この距離なら金属もさほど減らないし、良いんじゃない？後で隊員の皆さんにお願いしておこう。卵を回収して上の部屋に送るのね。ついでにバフの卵の殻なんかも神の家を経由して同じとこに落とそう。せっかくの自動化だからね。どうも貧乏症が抜けないな。金属が十分に手に入らないとこのままでしょうね。枯渇が見えて困るな。お、それっぽくなってきた。そうだな。そろそろ神の捕獲もお願いしようか。どこの神さんにしようかね。ロドリゲスの隣が良いんじゃないかな。少し遠いけど。そうだ、上にも移動チューブを伸ばさないと。それもあったな。やることリストに加えておこう。移動の問題はメリットが大きいから、早めに手をつけたいわね。先に上に伸ばせばよかったかもな。ごちゃついてるからやりたくなかったわけではありません。正直でよろしい。プラスチックは足りてるんだっけ？まだ20トンくらいあるはず。つやつやどれっこ様々だな。どの程度の段階でチューブを張り始めるのが良いのかしらね。そうだな。火星バイオームを滅ぼした後でドレッコを捕獲するから、そこで100サイクルくらいだろう。つやつやに進化して130サイクルくらいだとすれば、早ければ300サイクルくらいでいけるかもね。以前ざっくり計算してたやつがあったな。後で見ておこう。原油を扱うよりもはるかに早い。電力の面でも優秀なのは以前、ご指摘を受けて判明してるしな。あとは毛刈りの手間と、飼育の手間の効率化ね。ご飯については自動掃除機だろうし、毛刈りは自動化できないからそういうもんだと思うしかない。最大効率のツヤどれ注射とか見てみたいわ。複数段にして自動化で繋ぐ形だろうな。たまに見るもんね、そういう工程。捕獲をお願いしてみる。妖精が1匹と、生体が2匹ね。うまくいくかな。網はかけるけど運んでくれねえ。どこで優先度つけるんだっけ？動物解放地点だったかな。直接、優先度をつけさせてほしいわ。消えてる。あれ、先に運んだ紙が脱走してる。乗り越えちゃうのか。蓋しないとな。このタイミングで卵なんか産むなよ。怖いことを言うな。でもその辺は紙次第だろうし、おそらくだけど、1匹が高齢で、もう1匹は生体になったばかりじゃないかね。あの場所にはもともと3匹はいなかった気がするもんね。だからタイミング的には1匹が卵を産むかどうかかな、と。ある程度は安全、ね。だと思う。あとは厩舎のサイズの調整でおおむね終わりか。やってみれば意外と早かったな。他に仕事を頼んでないから、ってのもあるでしょうね。そうか、今回はシングルタスクだったか。毎回、複数のお仕事頼みすぎ問題。反省します。網掛けしても運んでくれねえ。なんだ、何が起きてるんだ？こんなだっけ？わからん、網掛け自体が久々すぎて。みんなして無視してる。最近のアップデで何かあったっけ？動物の捕獲地点って施設が増えたのが怪しいわ。あとは浮遊生物用のコンドミニアムも増えてたな。疑うことを覚えてしまった。心が汚れてしまったのでした。それと、画面に映してませんがまたしても天然ガス間欠泉が仲良く停止しました。あいつらなんなんマジで。仲良すぎだろ。
対策がいるかな。対策っつってももうタンクは作れないぞ。違う。水素発電を混ぜ込むのよ。同じバッテリーに水素発電をつなぐってか。同じでなくても良いけど、発電の優先度を水素を上位にすれば天然ガスへの依存度を減らせるかと。そうすりゃ天然ガスが止まってもまあ慌てなくて済むな。これはやることリストには入れずにおくわ。思い出したらやっておこう。その他は順調かな？まずいとすれば水がタプタプな件と、下水の殺菌問題だな。ああ、それがあった。研究を進めて水を消費してたけどもう限界だからね。下水はこんな感じ。タンク2本がもうじき埋まる。こりゃタンクの追加ね。殺菌室は元火星バイオームにしようと思ってたけど、配管の取り回しがな。かといって居住区にも置けないし。移動チューブを通すために掘った火星バイオームに作っても良いかも。ついでに汚染水の貯水池も作れば使いやすくなるわ。移動チューブのおかげで片付けもはかどるな。もっと延長したいんだけど、ごちゃごちゃしてるな。特にはしごを横切れないのがきつい。そこだけはしごをカットするのが良いんでしょうけど。さて、ここの片付けを始めたということは、次のやることリストである原油からのプラ製造、そうなんだけど、ポリマープレスの振る舞いは3度での検証が必要だ。正解は他のプレイヤーさんたちが示してくれてるから、真似すれば良いんだけど、まあこっちはこっちで試してみたいしな。おそらくだけど、先人の知恵に着地するとは思うわ。他にないもんな。とはいえ、実は現状で熱関連の問題があったりするのよね。そうなんだよな。天然ガスプラントの近所が凍りついているという。どうしてああなった？汚染水の氷を貯水池に沈めてたらああなった。長い時間をかけて冷却してしまったか。実害も出てる気がするんだよ。アーバーツリーの濃厚タイルが冷えててさ。ダメじゃん。そのあたりをポリマープレスと絡められないかと思って。これは熱移動案件かな？タイクーラー大活躍かも。神さんの家はこんな感じに。もう少し足したり引いたりするけど、本形はこれで良いかも。あとはサニチェルへの進化を見守りつつ、調整しましょう。サニチェルがいれば神の実が食べられるらしいからな。隊員たちのモチベも上がるでしょう。いよいよ清廉関係がバタつき出すわね。今までがのんびりだったからな。これくらいのペースでも良いだろう。艶どれ増えすぎ問題。今の個体がみんな高齢なんだよ。下手に割ると壊滅するのか。一つだけ脱出ピップに任せて、他は割るかな。プラスチックが取れないと本末転倒だからね。コロニー冷えすぎ問題。実害が多大で草。酸素の温度を上げようかな。それはそれで怖いけども。そうなんだよな。きっちり暑いとこもあるし。やはり冷え切ってる汚染水を温めるのが早いのでは？ヒーターを使えってか。ポリマープレスをドボンでも良いだろうけど、多分熱に負けるでしょう？多分な。冷却施設があるわけじゃないから、永続的な冷却にならないし。あれ、そういえばだけど、ハンピー君とポリマープレスってどうなんだろう。やってる人は見たことないわね。よほど良い位置にハンピー君がいないと始まらないもんな。次回以降の課題にしましょうか。もし有効だったとしても、うちでは位置的に実現不可能だろうしな。多分ね。よし、それじゃあそろそろ締めましょう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。